こんにちは、岩根です。前回に続いてアニメーションで使用される用語の解説をします。今回は家業の用語です。こういった用語には業界共通の定義がなく、それぞれのスタジオで慣習的に使われる言葉も多いので、人によってそれは違うということも起こり得ることをご了承ください。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うとはお約束できませんし、使っても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。解像度。一般的に DPI という単位を使います。ドットパーインチで1インチあたりに画素がいくつ並んでいるかを表しています。紙に作画された動画をスキャンするときには、テレビシリーズで 144dpi 程度です。アニメの現場ではデジタル作画も含めて単純に画像サイズ何ドット×何ドットと解釈しても大きな問題はないと思います。画角。カメラで撮影したときにフィルムに収まる範囲を角度で表したものです。この図のように広い角度の範囲が撮影できるレンズを広角レンズと言います。逆に狭い範囲しか撮影できないレンズを望遠レンズと言います。広角レンズは対象物の距離感、奥行きを強調する効果があります。近くのものはより大きく、遠くのものはより小さく映せます。望遠レンズは奥行きが圧縮されて距離感を感じにくい映像になります。ここで使っている圧縮という言葉を誤解される方も多いので、3D ソフトで望遠、広角、煽り俯瞰とアイレベルを解説。この動画を見てもらえるとわかりやすいと思います。この動画の説明欄にリンクを貼っておきます。拡大作画。デジタル撮影ではセルを縮小して画面に貼り込むことが可能になったので、小さいキャラクターを 1.5 倍とか2倍で描いておいて、撮影時に正しいサイズに縮小して撮影することです。人間の能力には限界があるので、確かに有効な手段なんですが、大きな絵を描くのは手間がかかるので、アニメーターには負担になる手法です。ちなみに、4倍や5倍のサイズに拡大して貼り込むと、主線の黒が消えて単なる色の塊になってしまうので意味がなくなります。影。キャラクターにつく影です。主に3種類の付け方があります。一つは画面全体の光源を示す影です。特にこだわった場面でなければ、上からの光に準じた影がつくのが普通です。二つ目はキャラクターの立体を表す影です。花などの表現で主線で描きたくない場合、光源に関わらず影をつけます。三つ目は心情を表す影です。作品によってはショックを受けた時や迫力を出すために逆光にするケースもあります。影が2色以上つく場合、明るい方の影から1号影、2号影、または1段影、2段影と呼ばれます。カッティング、編集作業のことです。アナログ撮影の時は物理的にフィルムを切断して糊などで接合していました。デジタル撮影では編集ソフトに読み込んだ素材を切ったり繋いだりします。最終的な映像のテンポを決定する重要な仕上げ作業です。カット袋。このような角型0号の紙袋の表面にセルの枚数や担当者、次の作業者への申し送り事項などを書いて、中に撮影に必要な原画や動画を収めます。アナログ撮影の時代にはセルも入ってました。素材のサイズが B4 を超える場合は、袋の一部を切るか、もう一回り大きなカット袋を使用します。劇場版などでワンカットの枚数が特別に多い場合は段ボール箱、通称カット箱になることもありますが、これは例外です。作画のデジタル化が進むに伴ってなくなるのでしょうが、まだしばらくは現役が続きそうです。仮色。二つの使い道があります。一つは透過光やダブラシ影などの撮影時にマスクとして使用する場合です。もう一つは彩色作業に入るまでに色が決定しなかった時に仮に塗っておく色。普通では使わないような原色を塗ることで一目で仮色だとわかるようにします。
2つ目の用途の場合、正式に色が決まったら色置換を使って置き換えます。逆光。後ろからキャラクターに光を当てることで、キャラクターのほとんどを影色にして迫力を強調したり、逆に表情などを見えづらくするなどの演出効果が期待できます。後日解説予定のハイコンと組み合わせることで、キャラクターをシルエットだけにして誰だかわからなくするという使い方もあります。キャラ表。キャラクターの設定資料です。オリジナル作品だけでなく、原作漫画が存在する作品でも、基本的にアニメ用のキャラクター設定を作成します。喜怒哀楽の表情や、四方八方からのキャラクターの見え方、衣装、小物、他のキャラクターとの大きさの対比がわかるようにしたものなど多岐にわたります。最近ではメインキャラ、サブキャラ、あるいは料理などのデザインで担当者を変えるケースも多いです。ポケモンの場合、そういうキャラ表とは別に技の設定なども作られます。これも広い意味ではキャラ表に入るかもしれません。一方、美説と言われる背景の設定は一般的にキャラ表とは呼ばれません。口パク。競技では顔のセルの上に乗せる口だけのセルを指します。大きく口を動かす表現のために顎も含めて動く場合は顔パクとかいう名称になって口パクとは言わないことが多いですが、口パクと呼んでもいいかもしれません。一方、アクションをしながら喋る場合も口パクとは呼ばれません。組線。セル組と BG 組があります。セル組線とは、一つのキャラクターを何枚かのセルに分けるときなどに、その境目となる線を指します。アナログ撮影の時は、一枚一枚色トレスで切るので、境目がランダムにブヨブヨすることも多かったんですが、デジタル撮影になってからは組対象のセルの線を合成するので、映像でここは組だなとわかるケースはありません。BG 組は背景として書かれたものの奥にいるキャラクターを表現するために、背景で隠れる部分を書いていないキャラクターのセルを用意して重ねて表現することです。このセルと背景の境目の線を BG 組線と呼び、レイアウト時に原画マンが指定して背景原図とともに背景スタッフに送られます。当然セルも同じ組線を元に作ります。素材の作り方は複数あります。アナログ撮影の時と同様に組線でセルを切って BG に重ねる方法。セルを組線からはみ出るように作り、撮影で組線を元にマスクをする方法。同じくセルを組線からはみ出るように作り、組線の周りの BG を一部ブック化して載せる方法。BG 組の処理は会社や作品、または演出家の意向で素材の作り方が変わるようですので、作画注意事項をきちんと確認してから作業する必要があります。グロス。制作会社から下請け会社に演出や原画からセル仕上げまでを1話分まとめて発注することです。1話分となると相当な物量なので管理能力も含めて受ける側にそれなりのキャパが必要です。通常エンディングで制作協力とクレジットされます。黒コマ、白コマ、爆発などの表現として画面が完全に白い画像や黒い画像を数コマ挿入することでインパクトを与えます。近年この表現が行き過ぎた場合、サブリミナルや光過敏の問題でオンエアできないケースもあり、その場合、放映時に輝度変更で対応しているようです。欠番。規定時間に収まらない、テレビ的に表現に問題があるなど、何らかの理由で最初期の絵コンテから削除されたカットです。作画作業に入る前に絵コンテから削除されれば、それ以降の作業には誰も関わりませんが、撮影まで終わっていても編集段階で欠番になり、日の目を見ないカットも多いです。原画。日本のアニメでは、原画マンが動きのキーポイントとなる絵を描き、動画マンが清書を含めて間の絵を保管していくという作画システムが一般的です。そのキーポイントとなる絵を原画と言います。止まっている画面だと原画は1枚ですが、動いている画面では複数枚の原画が必要です。あるアクションに対して原画が何枚必要かに関しては、原画マンの技量や考え方などでかなり開きがあります。
一般的に原画枚数が多いほど動きの密度が高くなり、見応えのあるアクションになることが多いですが、その分原画マンの負担も増えるので、カット単位で受注していると一つのカットにどれだけ時間をかけるかの判断が難しいです。原画と動画の関係については、振り向きバリエーションを解説した動画、同じタイミングの振り向きでも枚数やコマ数で印象が変わりますを見ていただくと、プロアニメーターのギャラとの関係もわかりやすいと思います。アニメーターの報酬についてさらに詳しく知りたい方は、アニメーターの報酬基準を業界外の方にご説明しますの動画をご覧ください。どちらもこの動画の説明欄にリンクを貼ってあります。原撮。編集には完成した映像を使うのが理想ですが、スケジュールの関係で難しいのが現実です。そこで編集作業やアフレコのために原画を仮撮影することを言います。でもこれはまだいい方で、最低限動きが理解できる原画の下書きであるラフ原撮、さらには絵コンテを撮影したもので編集するコンテ撮もあります。原図、背景原図の略です。そのカットの背景の下書きにキャラクターを書き込んだもので、1枚で大まかなカットの構成要素がわかるようになっています。光源、カメラワークの指示やブック、背景の長さ、秒数なども書き込まれています。ワンカットに複数の背景が必要な場合は、原図もその枚数だけ書かれます。これが背景スタッフの元に送られて、実際に背景として使われる絵を描き始めます。かつてはこの原図1枚のみをレイアウトと呼んでいました。ジブリの原画集などを見ると、1枚の絵としての鑑賞に値するほど美しく塗られた原図もありますが、それよりは背景、セル、ブック、組の範囲が次の作業者に明確に伝わる方が重要だと考えます。一般的にセル部分は暖色系、ブックなどは寒色系で塗り分けます。合成。動くパーツと動かないパーツが同一画面上に存在するときに、それぞれ別のセルに分けて作成し、重ねて撮影することは比較的知られていると思います。そして、境目が存在しないキャラクターの一部、今画面に表示されている例のように、腕以外が止まっているキャラクターを表現するとき、動かない体部分と動く腕の部分を別の動画として作成し、セルにするときに合成します。合成には大きく分けて2種類あります。一つはアナログ時代からおなじみの線合成です。そのままでは色を塗ることができない線が途切れている体と線が途切れた腕を合成して1枚の絵として完成させる手法です。もう一つは面合成。腕で隠れている部分にまで体の線をつなげて描き、腕の方も色トレスで区切って合成して1枚の絵にします。この面合成、実は別セルとして描くのと同じ結果になります。アナログ時代のセルは完全に透明ではないので、こういうセルの分け方をすると体と腕で色が変わってしまうので別セルにできませんでしたが、デジタル撮影ではその制限がないので基本的に合成を使わず別セル処理でも問題ありません。香盤表。一つの物語でキャラクターが頻繁に着替えるとか持っている小物が変わるとかする場合、その変化をわかりやすく一覧表にしたものです。アニメ作画は複数の人がバラバラのシーンを担当しますし、チェックする側も各カットがバラバラに上がってくるので、あらかじめこういうものを作っておくと事故を防ぎやすいのです。コピペ。説明するまでもないかもしれませんが、コピー&ペーストです。画面上でキャラクターを増やすデジタルならではのお手軽テクニック。なるべく目立たないようにコピペしようとはするんですが、どうしてもリズムが単調になってしまうのは避けられません。今回は家業のアニメ用語を一部解説させていただきました。今後も50音順で用語解説をしていきたいと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。